独立メディアアワープラネット TV の責任編集でお伝えするコンタクトアワープラネット TV の白石はじめです。アワープラネット TV は2001年に起きた 9.11 事件をきっかけに活動スタートした非営利のインターネット放送局です。神保町にある小さなオフィスを拠点にマスメディアではなかなか取り上げられないようなテーマを中心に番組を制作し、インターネットで配信してきました。このコンタクトという番組は2006年にスタートした番組です。番組のタイトルコンタクトはコネクトトゥアクト、人々がつながり合うことで次の行動につなげたいという思いが込められています。これまではインターネットのみで配信してきましたが、この朝日ニュースターで放送することになりました。今回は予告を兼ねた0号ということで、今非常に厳しい状況にある福島の子どもたちをテーマに取り上げます。まずはこちらからご覧ください。福島県二本松市にある同胞幼稚園。およそ100人の子どもが通園している幼稚園です。何してるの？お店屋さんが。3月11日以来、子どもたちを外で遊ばせたことはありません。しかし、桜が満開になったこの日、園児全員で恒例の記念写真を撮ることになりました。ニコニコありがとうございます。お部屋あるよ。お外で遊べないんだよってごめんね。お外はお外ばってなんだ回るからね。回るね、回る。外でね、出れるんだよ。出れるんだけどさ。保育園では出てんだよ。保育園出てんのか。保育園では出れないんだよ。ね。マスクしてるか。マスクしてもね、大人の集まらないんで。外で遊べないことに納得できない子もいます。桜今日で終わりになっちゃうもんだから、来るは雨降りそうなんですがね、雨降らないうちに、桜のことで一枚写真撮りたいと思ってね、ちょっとこう出しましたがね、今日だけ特例です。初めて入園式住んでから外出したのが初めてで。政府は4月19日、子どもであっても空間線量が年間20ミリシーベルト以下であれば、普段通り野外活動をしても大丈夫だとする安全基準を決定しました。しかし、この幼稚園では当面、野外活動は行わない方針です。申し訳ないですけれども、その国の指針だったりっていうところでは何も判断できないというか、その20ミリになった理由も国の都合でしかないような気がするし、こう引き上げてるっていう意味がまずもともとの設定の、どういうところで設定されたもので、子どもは何もわからないで、結局親だったりこの保育者が判断したことが全てやっぱ子どもにつながっていくんで、これがじゃあ国がいいって言ったんだからいいだろうっていうところでいくとちょっと難しいですね。その子どもに対して責任もどれだけ持ってやってるのかなっていう。うちの幼稚園なんか裸足で遊ばせて、外で元気に裸足でずっと今まで47年ですか。それを子どもの教育としてもやってきたところで、一切も外にも出れずに、室内だけでしか遊ばせないっていう、本当に子どもに対して申し訳ないなと思いますね。2点、結構高いですね。3超えますね。3.3強ですね。妻の佐々木香織さんとお子さんの通う小学校に行ってみました。この1メートルぐらいですかね。1メートルぐらいだと 2.3 とかですね。普通の空間線量。ここ高いですね、結構。
3.5 を超えて、自分でこうネットを駆使したりして一生懸命情報を集めていろんな人の情報を聞いて総合的に判断したら、私自身はやっぱりまだまだ危ないっていうふうに思ってるんですけど、でもね、そういう文科省とかから派遣されてきたようなアドバイザーとかの話しか聞いてないお母さんもやっぱりいるんですよね。そうすると安心っていうことしか聞いてないから、やっぱり見方がそういう一つのマインドコントロールじゃないけど、それしかなくなっちゃうっていうことはあると思いますね。だいたい 1.4 ぐらいですか？今ちょっとここだけ下がってます。なんかこう、1ぐらい、今1ぐらいで低いんじゃないのみたいな、なんか感覚に、変な感覚に陥ってきて、その本来 0.04 とかだったっていうのはなんかもう忘れちゃう感じになってきますよね、ずっと歩いてると。外にも出したくないけど、中に入れてたらまあストレスもあるし、暑くてどうしようもないし、ちょっと夏のことをもう早急にこう考えてほしいです、対策を。でもどうするのがいいのかっていうのが、なんか個人ではもうわからないですね。集団疎開させるのがいいのか、例えば女性の工程が見えたりとか、何かそういう行政がその子どものために何かしてくれて改善されてるって分かるようになるまで、数ヶ月とか行くのも、子どもさえいて、仕事のこともありますけど、結構5割ぐらいそういうふうにしてもいいかなとは今思ってます。まだ学校や幼稚園に通っていない幼い子供を持つ親の悩みはさらに深刻です。郡山市に住む星千春さんは、親同士が放射線リスクや対策に関する情報交換をできるようインターネット上にコミュニティを作りました。大人の基準でばっかり報道されるんで、小さい子供になった時にそれは安全なのかっていう報道が全くないので、それがやっぱり不安で、だから自分たちでその収集をするにしても、こういう情報を提供してほしいっていうふうに市とか県に要望を出すにしても、みんなで作れるんだったらやっていこうっていうのがやっぱりきっかけで、あとはやっぱり郡山でもやっぱり子ども支援センター、大きな、人数がそこそこ遊べる支援センターが一つぐらいしかないので、その付近の人たちはやっぱり遊びに来れるんですけど、ちょっと離れた場所からだとやっぱり遠くて、週に1回行けるか行けないか、あまりにも遠すぎてガソリンがやっぱりかかってしまうっていうお母さんもいるので、そうなると遊ぶところがあまりにもない、だから家にいるしかない。でも子供もストレス溜まってしまうし、私もどうしていいかわからないっていう人がやっぱり多いので、でもそれを相談するところも実際気にしなくていいから外に出なさいって言われてしまうので、解決策にならないんですよね。ここが毎日載ってる数値の表になってます。ニュースを見てても、県内ニュースでは結局テロップで数字が出るんですけど、明らかに高い数値がずっと出てるにもかかわらず、ニュースでは一切郡山市も福島市も何もやっぱり対策もなく、でもやっぱり郡山市福島市は人口が多いんで、ちょっとこう言い方を変えると見捨てられてるのかなと、見放されてるのかな、結局もう手一杯で回ってこないんだろうなっていう、やっぱ諦めも郡山市福島市の中でもやっぱりあるので、だから逆にもう諦めてるから子どもたちを外で遊ばしてるっていう人もいますし、
ちょうど地震の1ヶ月後に1歳になったんですけど、その後やっぱり家の中で歩けるようになって、初めての歩きをしても靴を履かせて外で歩かせることができないので、成長の過程でこんな悔しい思いをするのかなと。もう元気いっぱいの子なのに外で歩かせることができない、やっぱり親としてはもう切ないよねやっぱり初めての誕生を迎えて歩いたにもかかわらずそれもできない、それがやっぱり切ないし、そういうお母さんはきっといっぱいいるし、お祝いをしたくても外に行けなくて何もできないお母さんもいっぱいいるし、だからやっぱり、一番願うのは元の生活に戻してほしい、それだけですよね。やっぱり子どもたちを放射能からどう守ればいいのか。4月25日、不安を抱える保護者が初めて話し合う場を持ちました。そういう自分の子供のためにもですね、友達守ってくれって俺は言われたんだって、私はそんな覚悟でやってますので、ぜひ今日はいい相談会にしていただければと思います。よろしくお願いします。午前中に不安なんですよ。仕事が手につかないんですよ、自分で。俺はどうしても子供と神様は避難させたかったんだけど、やっぱね、周りの目が気になるっていうのがあってですよ。1時間だけ遊んでいいとかって、その1時間っていうあれが分かんないですよね。だって危ないんだったら帰って入んなって言ってもらった方がいいのに、1時間だけ遊んでいいとか、マスクすれば運動やっていいとか、やっぱりなんかこう基準がすごいなんか適当で。これからの子どもたちにそんな放射能を浴びさせていいわけがない。でもみんな安全だって言うんですよ。でうちの旦那もそうなんですけど、全然大丈夫だ、みんな大丈夫だって言ってんだから、国が大丈夫だって言ってんだから大丈夫だって言うんですね。で本当だったら私は避難させたいんです、新潟。でも誰も危ないよ、危険なんだよ、本当は危険なんだよっていう人がいないからいけないんですよ。行政に取り組んでほしいこと、そして自分たちの取り組めることを出し合いました。本当に今までね、自分の中だけでね悩んで苦しんでた、耐えてた人たちがねこうやって集まって、やっぱ何か具体的な行動を起こさなきゃならないと思い始まって動き出したんだなってことをすごく感じました。ここでゲストをご紹介します。福島県大熊町にお住まいで長年原発問題に取り組んでいらした大賀綾子さんです。よろしくお願いします。大賀さんは事故当時福島第一原子力発電所から5キロのところに、いらしたということなんですけれども、もう一方ご紹介します。福島老朽原発を考える会、通称フクロウの会の坂上武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今、VTR の中でも出てきたんですけれども、この、保護者の方々の心配の元になっているその年間20ミリシーベルトという、数字なんですけれども、この数字というのはどのように考えればいいんでしょうか。非常に高い数字だと思います。まず法律では、3ヶ月 1.3 ミリシーベルトですね、1時間あたり 0.6 マイクロシーベルト、これを超えるような線量の領域のことを、領域がある場合にはそれを放射線管理区域ですね。放射線管理区域というのは皆さんちょっと目にしたことがあるかもしれない、こういうマークがついてたりするような場所。ですからこのマークをちゃんと提示して、その放射線については非常に注意するようにと、そういう区域を設定しなければならないんですけども、でこの放射線管理区域内では法律によって、18歳未満の人の労働は禁じられていますですね。そういうような領域の6倍の領域ということになります。そうしますと当然そういうようなルールが普段から決められているということは非常にリスクが高いというふうに思われるんですけど、今その学校そのものの値っていうのはどういう感じになってますか。これはちょっと説明していただけますか。県が20キロ圏外以外の小中学校等々の学校について一斉に調査をしたんですね。でその結果をまたその
原発震災復興福島会議の皆さんがまとめたんですけども、そうしますと、ここで黄色くなってるところですねと赤くなってるところがあるんですけども、赤い領域がそのままずっと1年間居続けるとその20ミリシーベルトですねいうようなものを超えると、20ミリシーベルトを超えるっていうのはもう個別のその放射線管理が必要な領域になるんですね。それからあとこの黄色いところね、黄色と赤を足したところというのは先ほど示したその放射線管理区域に相当する空間線量を超えているような学校の割合というのを示しています。全体のどのぐらいの割合になるんですかね。そうですね、特に県北とか県中とか、福島ないしは郡山地域が、値が大きいんですけども、全体で、70% を超えて8割近くがそういう状態になっていると。8割近いところなんですよね。そうですね、本当に年間20ミリシーベルトを浴びると、20ミリシーベルトというのは例えばその ICRP といって国際、放射線防護委員会ですね、それのリスク評価に従ってもですね、大体1000人に1人の割合で、がん死が発生するというようなリスクだと言われています。でそれが非常に子どもの場合には放射線に対する感受性が強いといったことや、そもそも ICRP の評価が過小評価ではないかというようなですね、そういう報告も出てますので、例えば、リスクが10倍だというふうに想定すると大体100人に1人の割合で、がん死が出てしまうと。でがん死に至らなくてもがんの発症とかですね、あるいは免疫不全による諸症状については多分もっと大きな割合で出てくるという可能性があると思います。大賀さん、今回20ミリシーベルトっていうような数字が出てきて、福島の方々っていうのはいろんな思いがあるかと思うんですけど、今のこの坂上さんがお話したようなものがどういうふうに届いてるのかなっていうところも非常に疑問なんですけど、実際にその福島の方々の今の思いとか心情とかどういうふうにお考えになります？まず震災からしばらくっていうのは断水してたりとか非常に生活の不自由があって、でやっと断水が終わって来て数日した頃に福島も水道水汚染ですよって言われたとか、そういうタイミングでもあったっていう話なんですね。全然それで放射能がね、何しろ出どころが止まらないので誰でも不安なんだけれども、そういう中で大丈夫だ、これぐらいの放射線量なら大丈夫だっていうのにそれを信じたいっていうような意識がかなり働いているっていうことはよく耳にしていて、辛いところだなっていうふうに、ずっと受け止め続けてたんですけど。皆さん多分お住まいになりながら非常に心配だと思うんですけれども、これっていうのは例えばチェルノブイリの時の避難とか、あるいはどのような対応をしたかっていうのと、どういうふうに違うのか教えていただけますか？チェルノブイリの場合は、1ミリを超えて5ミリまで5ミリシーベルトまでの範囲で言うとその避難の権利が発生して、で5ミリシーベルトを超えるともう強制的に避難しなければならないというような基準だというふうに聞いています。そういう意味では20ミリシーベルトを浴びるような今の地域っていうのはもうチェルノブイリで言うともう当然強制的に避難しなきゃいけないような地域がたくさんあるということだと思います。でそういった高い数字ということで全国的にも疑問の声は上がってるんですけども、先週の木曜日に坂上さんたちのグループが、原子力安全委員会とそれから文科省を相手に、政府交渉されたんですけど、その時のですね様子をちょっとビデオでご覧いただきたいと思います。まず放射線管理区域とはどういうレベルのところを言うのかと。管理区域ってご存知ですか？すみません、今、それが、どのぐらいの数値のところかというのはすみません、わからないです。申し訳ございません。わからないということですね。それから空間線量だけですね、今回の20ミリシーベルトについては。これは内部被曝については考慮してないというこの基準は。シミュレーションをした結果、ほとんど寄与するものがないということで、今回の基準には入っていないというふうに伺っております。まずどうやって安全委員会が委員会も開かずに
この20ミリシーベルト OK を決めたのかということです。議事録があるかどうかまず私は30年間百姓していたただの一主婦です。5人の子供を育てている一主婦です。でも子供を守りたいという母親の気持ちはどこに行ったって日本中世界中一緒です。それはあなたたちのような安全なところでのうのうと毎日を生活している人たちに数字だけで決められてないです。はい、今ビデオを見ていただいた方は本当に驚いたかと思うんですけれども、この交渉ちょっと坂上さんあそこで対応されててどういうふうにお感じになりましたか？対応は非常にひどくてまともに答えられない人をよこして、あるいはもうまともに答えないというような姿勢で、今言われたように20ミリをどうやって決めたのか、その際にその放射線管理区域との関係や、これまでの労災認定との関係ですね、あと内部被曝は考慮してないし、それから子どもは非常に放射線に対する感受性が高いということも全く考慮してないと、決めた経緯については非常に不透明ですし、それから基本的に20を設定した考え方についても非常に問題があるというのははっきり浮き彫りになったと思います。本当にその子どもたちの問題っていうのは、日々線量がどんどん蓄積されていくものなので、この福島県の出されている測定結果をもとに全部足してみたんですね。例えば福島市とか郡山市のような大きな町でかなり高い値を示しています。それから郡山市に関して言うと、これ途中で計測する場所が変わってまして、実際には変えた以降というのはほとんど福島市と一緒なので、ほぼ福島市と一緒なのではないかというふうに言われてるんですけれども、坂上さんいかがですか？そうですね、この数字は基本的に1ミリっていうですね、公衆の年間の線量限度を超えてるわけですよね。そうですね、すでに超えているんです。そういう意味では今の法律に従えば当然避難措置を取ってしかるべき数値にもなっていると、ただどちらも30万人を抱える都市ですので、とにかくそこは避難の対象にしたくないというのが多分政府の意図だと思います。それから1ミリシーベルトっていう年間の線量限度っていうのは別に1ミリ浴びなさいよという意味ではなくて、さらに前の大原則としてなるべく線量を低く抑えるというのがあるんですね。ところが今やられているのは、1ミリを超えそうだから1ミリはやめて20ミリにしちゃいますと、それだけではなくてこれまでは工程の使用を控えてたものを、20ミリ以下だからというのでもう工程を使うようにしてしまうという形で、もう逆に積極的に浴びなさいというような形の動きになってしまっていて、これは非常に危険な動きだというふうに思っています。先日4月25日の日に、福島県の中で、保護者の方々が集まって今子どもたちをどうするかっていうような会議が開かれたと思うんですけど、その時に坂上さんも、お見えになってたんですけれども、やはりいろんな意見が出てたと思うんですが、どういう意見が大きかったんでしょうか？休校措置を取らせること、あとはグラウンドについては除染の作業、今あと校内も一部汚染されてますので、それに対して除染作業をすること、それから基本的に帰れる状態になるまでは避難をさせると。で特に避難については個別に避難よりは学校ごと要するに友人あるいは先生との関係という絆を持ったまま避難させると、そういう集団疎開というあるいはいう形での避難というのができないかというのが非常に強い要望としては出てます。この間大賀さんは母乳調査母子支援ネットワークというグループの発起人のお一人としてこの母乳の調査をされて、微量ではあるものの、例えば千葉県の柏にお住まいの方のその母乳から放射性物質が検出されたりとかしています。で
これを受けて政府も調査をするというふうには言っているところなんですけれども、調査をされてみて、そして今どういう取り組みが必要だというふうにお感じになってますか？当初放射性物質の種類でいうとヨウ素っていうもので、いくつかの私たちが、協力を求め提供を受けたもので、検出されているんですけども、何しろまだ、非常に少ない数だったもので、今後ともまだセシウムという種類の場合は非常に、長年の問題になりうるものなので、たくさん検査を進めて、明らかにしていかなければならないということを取り組んでおります。最後になりますけど、今年はチェルノブイリの25年ということもありますし、福島原発も40年っていうような節目の年でもあったんですけれども、お二方はもともと原発の問題に取り組んでいらして、今こういうようなことが起きていて、それぞれどういうことをお感じになっているかお願いしたいと思うんですけども。高い線量が出ている中で避けられる被曝がもう強要されようとしているというような非常に緊急の状態になって、やっぱりそれをいかに避けられる被曝を避けるっていう措置が取らせるというのをですね、非常に重要な今局面だと思いますので、それを一生懸命やっていきたいと思います。そうですよね。避けられるものを避けるっていうのはやっぱり本当に重要というか、安全と言って受けるっていうことはないですよね、やっぱりね。大賀さんの方もまさに3月26日が福島原発の1号機の40年ということで、もうすぐ、賛成でも反対でも寿命は来るのだから廃炉を考えていこうっていうことで、廃炉アクションっていう取り組みを始めていたんですけれども、その時に原発震災ということになりまして、今この福島で日本で、原発事故で放射能を放出して未来の世代にわたってね、そういう影響を日本から与えてしまっているっていうことに辛いですね。わかりました。坂上さん、それから大賀さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。